今回の動画では、サイドストーリー、偉人を歩むと同時期に実装されるオペレーター。真に優れた戦争兵器がどのようなものなのか、私がご覧に入れましょう。実施オペレーター、パッセンジャーの紹介及び解説を行っていきます。あなた様のオペレーター、パッセンジャー。ドクター、あなた様と共に仕事ができる日を楽しみにしておりました。素敵な旅をしましょう。パッセンジャーは本名はエリオット・グラバーといい、ロドスに加入する前はサルゴンのイバテー地区にあるブラックマーケットの主をしていました。詳細についてはサイドストーリー内で語られるので省きますが、ケルシーとはロドス加入前からの知り合いであり、パッセンジャーがロドスにコンタクトを取ったのもロドスにケルシーがいるという理由が含まれています。性格は一見すると非常に温和であり、物腰の柔らかい人物に見えますが、実際は腹の底に何を抱えているのかが一切見通せず、何をしでかすかわからないという恐怖を感じる人物です。実際彼はブラックマーケットの主となる前にサルゴンのとある酋長を殺害しており、サルゴンのとある地区を壊滅にまで追いやっています。そしてブラックマーケットに関してもパッセンジャー自身は好きで運営をしているわけではなく、むしろ恨んでさえいます。ロドスに加入した方法も方法だったので、ロドス側からも会議の目で見られており、丁寧ではあるものの、ロドスに加入した後も感情を一切表に出すことはなく、厳しい任務を完了させたり、エンジニアとして指標を達成しても、喜びの感情すら見せません。自身の過去のことは最も重要となる部分以外は、誰が相手だろうと包み隠さず、話はするようですが、一般的に見れば、壮絶な人生を送っている割には、物事をあまりにも簡潔に述べてしまうため、彼自身はもはや志願にもかけていないのかもしれません。自身が制作した機械に関しても、同じような対応を徹しており、ランセット2やレンズ、ミーボのように一般的にはどんな形であれ、機械類にも名前があることが多いのですが、彼は自身が制作した機械に名前すら付けません。ましてや彼は自身が制作した機械を浪費のごとく消費しており、シミュレーションテストだけで数台の機械を使い潰し、廃棄することもざらにあります。つまり彼は自分が作り出したものだろうが、そこに愛着は一切ないため、あらゆるものが彼にとっては自分の目標を達成するための道具でしかないのでしょう。当然ながら自身が感染者であるということすらも興味はなく、パッセンジャーの部屋は潔癖症ではないかと感じるほどには整然としており、そもそもエンジニアオペレーターとしてロドスでは活動していますが、高い技術を持っているにもかかわらず、機械にすら興味を持っていません。無気力というわけではなく、だからといって何か目標があるようにも見えない。つまるところ、彼自身が何を感じて生きているのかが周囲からは一切見えないのです。ただ、彼にも興味があるものは存在しています。それは、ケルシー、ドクター、聖者であり、ケルシーはパッセンジャーとの間にあった過去の出来事から、ドクターはおそらくは自分と似ている部分があるという理由から、そして聖者に対しては、聖者が調査している軍事企業絡みで興味を持っています。特に聖者に対しては、かなり熱心に興味を持っているようで、現在はドクターという存在によって聖者に対しては過激な行動をしてはいないようですが、聖者を復讐の道へと引きずり込もうとしているような姿が垣間見え、ロドスとしてもパッセンジャーの聖者に対しての関心は非常に危険なものと考えている様子。いずれにせよパッセンジャーは非常に不安定な因子の一つであることは確かです。パッセンジャーのモチーフとなっている生物は小心2のイラストなどから、リョコウバトかと思われます。リョコウバトは体長40センチメートル、アメリカ西部から中部にかけて生息していましたが、20世紀初頭に乱獲によって絶滅しました。もともとリョコウバトは非常に美味であったことが知られており、北アメリカの先住民たちも食料にするため狩猟を行っていましたが、繁殖期は狩猟を行わないといったルールを設けていたため、一時期は50億匹もいたとされています。ですが、ヨーロッパから入植した白人たちは乱獲に乱獲を重ね、一時は保護の話も出たものの、まだ数がいるからという理由で狩猟を続けた結果、リョコウバト自体は繁殖力があまり高くはないので、保護の話が再燃した時には時すでに遅し、1914年9月1日に飼育されていたリョコウバトが死亡したため、それによってリョコウバトは完全に絶滅しました。
そのため、わずか100年程度で50億匹も至るコウバトは、すべて駆逐されたこととなります。なお、ヨコウバトの英名は、パッセンジャーピジョン。オペレーターであるパッセンジャーと同じ綴りにはなっていますが、パッセンジャーには複数の意味があり、旅客、足手まとい、無能、お荷物という意味があります。ヨコウバトもパッセンジャーも、どちらも旅客の意味として使われているものとは思われますが、大陸版でのパッセンジャーの表記は医客となっており、日本語で医客は主賓以外の客、旅人という意味の他にも、招かれざる客という意味もあります。実際パッセンジャーは出身はクルビアなのにもかかわらず、所属機関はサルゴンなのにもかかわらず、ロドスのオペレーターという一貫性のないプロフィールとなっています。そしてクルビアには未練はないといい、サルゴンには恨みを持ち、ロドスには馴染めないという、現在どこにいるかはともかく精神的な居場所がないという状況です。つまりパッセンジャーの居場所はテラの世界にはどこにもなく、絶滅した動物がモチーフということを考えると同類もおらず、コードネームの表記を考えるにどこに行こうが招かれざる客なのでしょう。パッセンジャー自身も自分の現状を皮肉めいてこのコードネームをつけたものと思われます。私のこの滑稽なコードネームから、あなた様が何か感じ取ってくださればよいのですが。ドクター、他人を信じる必要はありません。あなた様は、お一人で何もかもやり遂げられるはずですから。ほう。どうやら異なる見解をお持ちのようですね。ならば、すべては仰せのままに。パッセンジャーはレイズと同じ跳躍型の術師オペレーターで、複数の敵ユニットの間をアーツ攻撃が狙撃していき、攻撃範囲以外にも攻撃することが可能なオペレーターとなっています。なお、今回紹介するパッセンジャーのステータスは、大陸版にてパッセンジャーが実装時に実施された調整内容を適用しており、大陸版にて8月3日に実施された調整内容は含まれていません。そのため、グローバル版の実装順次第では、特性や HP、攻撃力などのステータスが、実際と異なっている可能性があります。ご了承ください。それではまずは、パッセンジャーの基本ステータスから。パッセンジャーのブロック数や配置コストといった基本ステータスは、同じ跳躍型であるレイズと比べると、レアリティの関係上コストが1高くなっています。ただ、それ以外の数値に関しては、特筆すべき点はなく、跳躍型としては基本的な性能に収まっていると言えます。HP や攻撃力などのステータスもおおよそレイズの上位互換となっており、レイズと比べて HP は110程度、攻撃力は50程度、防御力は10程度高くなっています。なので、基本的にはレイズと同じく、団体術師とも範囲術師とも異なったステータスを所持していると言えるでしょう。なお、跳躍型のステータスは他の術師タイプと比べると、HP は単体とほぼ同等、攻撃力は術師の中では最も低く、防御力はビーズワックスなどの切り替え型に次いで高くなっています。とはいえ、防御力に関しては切り替え型を除く他の術師とは微々たる差なので、パッセンジャーを含めて跳躍型のステータスはやや控えめな数値となっています。素質1、メカニズム分析は HP が 80% 以上の敵を攻撃する際、パッセンジャーの与えるダメージがその敵に対しては3秒間上昇するという素質。内容としては、レイズのブロックしていない敵に対しての攻撃力上昇が HP80% 以上の敵に変化したものに近いと言えますが、最大の特徴として HP80% 以上の敵を攻撃した際、3秒間効果が持続するという点にあります。つまり、発動後3秒間は敵の HP が残り何%だろうが、ダメージが上昇したままになるというわけです。この素質の効果を最大限に発揮することができるのが、口述するスキル3であり、スキル3は発動中、攻撃間隔が 0.5 秒となるので、最大6回の攻撃力が上昇したスキル攻撃を行うことができます。逆に、通常時はパッセンジャーの攻撃速度はあまり速くはないので、この素質による効果によって目に見えてパッセンジャーの火力が上がるということはほぼありません。素質2、コソツはケオベの素質、一人旅の敵版と言える素質となっており、パッセンジャーの周囲4マス、つまり上下左右1マスに敵がいない場合、パッセンジャーの攻撃力が上昇するというものになっています。ただ、ケオベの素質と比べると攻撃速度が上昇しないということや、
そもそもパッセンジャーの攻撃力はケオベよりも低いということ、敵ユニットは移動をするため配置次第では常時発動できないということから、かなり物足りない素質にはなってしまっています。実際 DPS で換算してもかなり微々たる数値となってしまっており、この素質のために配置を変えるほどではありません。余裕がある際や気づいたら発動していた程度に留めておくだけでいいでしょう。なお、先述したようにパッセンジャーの実装時には跳躍型の強化が行われており、跳躍によるダメージの減衰が 25% から 20% に減少し、跳躍距離が1回につき 1.5 マスから 1.7 マスに延長されています。なお、この調整はレイズにも適用されています。パッセンジャーの潜在強化による効果は、コストマイナス1、素質2効果強化、攻撃力プラス32、コストマイナス1、素質1効果強化となっており、目玉となる強化内容は4段階目の攻撃力プラス32となります。なので、パッセンジャーの潜在強化を目指す場合は、潜在4段階目を、時点で素質1の効果を強化する潜在6段階目を目指すといいでしょう。コスト減少と素質2効果強化に関しては、コスト減少は先方のような大きな恩恵がなく、素質2効果強化に関してはそもそも素質2による恩恵自体が低すぎるので無視してしまっても構いません。スキル1、エレキタッチは SP が溜まった状態での次の攻撃時、攻撃力を上昇させ、跳躍回数が最大4回となり、攻撃対象に足止め効果を 1.5 秒付与するというスキル。端的に言ってしまうと、通常攻撃の強化版というのがこのスキルの能力であり、基本的な動作は通常攻撃と違いはなく、実質的には攻撃力が上がり、足止め時間が伸びたのみとなっています。最大4回跳躍するという効果については、パッセンジャーは昇進2にすることで跳躍回数が最大4回となるので、昇進1まで適用される効果であり、昇進2以降ではプラマニクスのスキル1の2体同時攻撃のように、スキル効果としての意味がなくなってしまう効果となっています。火力に関しては、跳躍するたびに発生する攻撃力減衰の効果がきついので、攻撃力が最大 2.5 倍に上昇するといえども、4体目の敵に対しての火力はそれほどではありませんが、4体の敵同時に 1.5 秒の足止め効果付与は、なかなか強力な性能にはなっています。特に足止めしたい敵であるゴースト兵系は単体であればそれほど脅威ではありませんが、脅威となる時は大体連なっている時が多く、そういった場面ではこのスキルは効果を発揮してくれるでしょう。スキル1の火力と他のオペレーターの火力を比較した表が上記の通りとなっており、スキル1の火力は突出した火力があるわけではありませんが、極端に低いというわけでもなく、至って平均的な性能に収まっています。ただ、他の範囲系とは異なり、跳躍するごとに火力が下がっていってしまうという特性上、狙う順番によって火力が変動してしまうという不安定さがあるので、片方はオーバーキル、もう片方はダメージがほとんど入らないというようなことも起こり得ます。なので、このスキルに限らずですが、パッセンジャーを使用する際はそれぞれの敵に与えるダメージは変動するということを頭に入れておく必要はあります。スキル1は足止め効果のスキルとしては減速補助と張り合えるほどには優秀な性能となっており、複数の敵を同時に減速させたいのであれば選択肢の一つに入れることも可能です。一方でやはり実使としては火力不足というより安定しない感は否めず、減速と火力の両方を両立できているかというと正直微妙なところ。なのでこのスキルを使用する際にはパッセンジャーはあくまでも減速に徹し、火力は他のオペレーターに任せてしまった方がいいでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、スキルレベル7か特化による上昇率は申し分ないので、特化3まで上げることをお勧めします。スキル2、収束指令は攻撃範囲が前方に1マス伸び、攻撃力が上昇、攻撃間隔が短縮され、さらに跳躍回数が最大5回に増加するというスキル。スキル1と比べると攻撃力の上昇は微々たるものとなり、足止め効果の強化もありませんが、その代わりに攻撃範囲が大きくなり、攻撃間隔が短縮され、跳躍回数が昇進1の時から比べると2回、昇進2の時から比べると1回増加しています。攻撃間隔の短縮は割合としてはかなり大きいものとなっており、スキルレベル7であれば攻撃間隔は約 1.36 秒に、特化3であれば約 1.17 秒まで短縮されることとなります。
攻撃力上昇が低い分、手数で敵を倒していくスキルになっているといえ、攻撃範囲の増加や跳躍回数の増加も手伝って、スキル1以上に多くの敵の殲滅ができます。一方で、攻撃力上昇が控えめということは、減衰による跳躍によって、命中する最後の敵のダメージはかなり低いものになっており、5発目のダメージ倍率は通常時の約 41% という、ただでさえ高くない攻撃力がさらに減衰することになってしまいます。そのため、実耐性がある程度ある敵に対しては、ほとんどダメージが通らないということになり、跳躍5回目のダメージが合ってないようなレベルにまで落ちてしまうことがあるので、敵の術耐性はこのスキルを使用するにおいては非常に重要な要素となります。スキル2の火力と他のオペレーターの火力を比較した表が上記の通りとなっており、残念ながらパッセンジャーのスキル2の火力はそこまで高いものではない。むしろやや低めの部類のスキルとなってしまっています。理由は非常に単純で、攻撃力上昇が控えめなのにもかかわらず、跳躍5回目に対しても威力の減衰が発生してしまっているからであり、跳躍5回目の攻撃の威力が跳躍数追加のメリットとしてあまり意味をなしていないためです。せめて跳躍による威力の減衰がもう少し控えめであればまだ意味をなしていたのですが、そのため発動 SP に大きな差があるため一概に比較はできませんが、跳躍による減衰が発生しないレイズの S2 と比べるとかなり大きなダメージ差ができてしまっています。パッセンジャーの方が必要 SP は少ないのでスキルを多く発動できるというメリットはありますが、平均 DPS という点で見てもレイズのスキル2に劣ってしまっているので、火力という点ではかなり厳しい数値となってしまっていると言わざるを得ません。スキル2は現状、跳躍時の減衰が強く作用してしまい、長所の一つである跳躍5回がほぼ潰されてしまっているという状況です。攻撃速度が短縮されているため、頻繁に足止め効果を付与することができますが、1回につき 0.2 秒となっているので、複数体への足止め付与は魅力的ではあるものの、強力な性能とは言いづらく、どれも中途半端な感じが否めません。せめて威力減衰が半分になるといった効果があれば、まだ火力役として見ることができたのですが、以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、7で据え置いてしまってもいいでしょう。スキル3、高校たる烈片は、スキルを発動した瞬間に、最も HP が高い敵を選択した敵を中心に4秒間継続するライランエリアを発生させ、そのライランエリアの中にいる敵1体をランダムで選択後、その敵に対して通常攻撃時と同じ、付近に敵がいると跳躍する攻撃を 0.5 秒ごとに行うというスキル。イメージとしては雷雲の中に敵がいて、その中にいる敵に対して次々と落雷していき、落雷した敵の周囲の敵に対して即撃雷のように雷が伝っていくというようなスキルです。攻撃系のスキルとしてはかなり珍しい形式のスキルとなっており、単発スキルでありながら一定時間スキル効果が継続するという形となっています。そのためチャージすることが可能で、雷卵が発生している間も雷卵とは別に、パッセンジャー自身も通常攻撃が可能となっています。雷卵を発生させることができるエリアと実際に雷卵の効果範囲のサイズは別となっており、雷卵を発生させることができるエリア、つまり最も HP が高い敵を索敵できる範囲は画面右上の水色と濃い水色の範囲内で、この中のどこかに敵が1体でもいればスキルを発動させることが可能で、その敵を中心として雷卵が発生します。一方の雷卵エリアは索敵範囲よりは少し狭めとなっており、画面右上の濃い水色の範囲が雷卵エリアのサイズとなっています。つまり敵が索敵エリアの最も上のマスにいるのであれば、雷卵エリアはこうなりますし、最も右側にいるのであればこうなるというわけです。なお、雷卵エリアにて発生するダメージはパッセンジャーの攻撃力がリアルタイムに反映されたものとなっているため、パッセンジャーの攻撃力が雷卵エリア発生中に変化したときは、雷卵エリアのダメージも変化します。また、雷卵エリアはパッセンジャーが途中で撤退したときは消滅することとなるので注意が必要です。このスキルの最大の長所は、跳躍する攻撃を 0.5 秒という非常に短い間隔で連続で繰り出せるという点にあり、複数の敵に対して攻撃を連続で繰り出すことができます。一方で、あまりにも敵が多すぎると攻撃がランダムということもあり、攻撃が分散してしまい、どの敵に対しても中途半端なダメージしか与えることができなかったという事態も発生します。
パッセンジャーのスキル3で有名なオリジムシすら倒せないという状況が発生したのもこれが理由であり、全く火力がなくてオリジムシすら倒せないというわけではなく、攻撃が分散しすぎて倒せないというのが事の真相であり、この運用方法はそもそもこのスキルの運用方法に合っていないため、パッセンジャーの単体火力が低いということは事実ですが、パッセンジャーにとってかなり分が悪い運用方法ではあります。スキル3の火力と他のオペレーターの火力を比較した表が上記の通りとなっており、戦術したようにスキル火力、つまり攻撃1回あたりの敵1体への火力はスキルとしてはかなり低めであり、手数と前半位攻撃でダメージを稼ぐ援護クラバと火力自体はほとんど変わりません。一方で攻撃間隔が 0.5 秒という非常に速いものとなっているため、それに伴ってスキル DPS は高くなっており、援護クラバや C のほぼ2倍の数値となっています。ただ、スキル発動時間が4秒と非常に短いため、それに応じて総ダメージも低くなっており、DPS が高いにもかかわらず、総ダメージが低いということは、1秒でも無駄にした時の損失が大きいというわけで、他のスキル以上に敵をライランエリア内に封じ込めることが重要となります。スキル3は他のスキルにはないかなり特殊な動作をするスキルであり、ライランエリアをどのように展開するかが重要となるスキルです。発動させる場所をうまくコントロールしてやれば、パッセンジャーから遠く離れた敵を攻撃することも可能で、近づけさせたくない敵をあらかじめ遠距離で処理するといったことも可能だったりと、使い方によっては複数の敵の殲滅や遠距離の敵の殲滅など様々な活用方法があります。ただ、パッセンジャーの基本的な性能通り、度が過ぎない量の雑魚殲滅に特化したスキルではあるので、エリートクラスやボスクラスの敵に対しては他のスキルでも言えることですが、過度な期待は禁物です。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは7を最もお勧めし、時点で特化1から3のどれかにすることを推奨します。パッセンジャーの基地スキルは発電所と製造所に関するものの2つとなっており、発電所スキルはドローンの回復速度を最大 15% 上昇させるというスキル。こちらに関してはごく普通の基地スキルとなっており、このスキルでパッセンジャーを基地で運用するということはまずないでしょう。パッセンジャーの基地スキルで重要となるスキルは自動化アルファの方で、スキル内容としては WED や UNECTES の自動化ベータの介護官にはなります。ただ、これによって UNECTES を製造所から外すことが可能となり、UNECTES を制御中枢に、ランセット2を発電所に、そしてパッセンジャー、WED、清流を製造所に配置することで、WED、清流、パッセンジャーはそれぞれ WED とパッセンジャーの基地スキル効果である。製造効率をゼロにするの効果が適用された後に、各々の製造効率加算効果が追加される形となっているため、製造効率がゼロになることはなく、140% という凄まじい製造効率を得られます。ただ、この数値はあくまでも発電所が3つある状態での数値となっているので、発電所が2つしかないドクターの基地では製造効率が大きく下がるという点には注意が必要です。それでは実際にパッセンジャーを使用していきます。今回使用するステージは S4 の6。パッセンジャーのステータスは昇進2のレベル80、スキル3のスキルレベルは特化3となります。準備ができております。通常攻撃の使用はレイズの通常攻撃と全く同じものとなっており、特筆すべき性能というのはありません。スキル発動後はこのように最も HP が高い敵を中心にライランエリアを生成し、0.5 秒間隔でライランエリア内にいる敵の中からランダムに1人を攻撃。その周囲に敵がいるのであれば攻撃が跳躍するという、まさに雷の嵐のようなスキル効果となっています。なお、先ほどちらっと映りましたが、このスキルはチャージが可能で、同時に2回スキルを発動させることもできます。
その際のダメージ計算は別々となるので、やろうと思えば同じ敵にスキル発動2回分の落雷を叩き落とすこともできます。仰せのまま。スキル3の説明の時にも解説したように、このように大量に敵がいると攻撃が分散してしまうため、1回のスキル発動では敵を殲滅しきれなくなります。その際はこのように2回連続でスキルを発動させるといいでしょう。Mission accomplished. 少しは打ち漏らすかと思ったけど、うまくいったみたいだね。パッセンジャーはレイズに続く跳躍型のオペレーターとなっており、攻撃を跳躍させることで攻撃範囲以上に敵を攻撃することができるという特殊な性能となっています。動画制作時点ではパッセンジャーの実装が明らかになっていないため、調整内容がどうなるかはわかりませんが、少なくともパッセンジャーが実装された時の跳躍型の性能調整では、残念ながらかなり物足りない性能となってしまっています。そのため、パッセンジャーが大陸実装時と同じ性能で実装されるのであれば、正直なところ、性能的な面で言ってしまうと、スルーしてしまっても構いません。ただ、大陸版では2021年の夏のアップデートで、跳躍型には調整が入っており、主に特性の効果が大きく改善し、跳躍による減衰率が下がり、足止め効果が 0.5 秒まで延長されました。これによりパッセンジャーは壊れキャラというほどではないものの、使えるキャラにはなっているため、この調整を見込んでピックアップされている時に入手しておくのもいいでしょう。以上でパッセンジャーの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。シェイシャ君はまだ年若いのですよ。ええ、私とて彼よりほんの少し年かさであるだけです。それでも彼の我慢の仕方はいささか愚直に過ぎますし、恨みの強さも足りない。もし彼が復讐心を燃やすために真実を知りたいというのなら、喜んで力になりましょう。ああ、ドクターがするなとおっしゃるならば、決して出過ぎた真似はいたしませんとも。